TWICE はデビュー初カムバとなったチアアップでサナパートのが流行語となり、その後少女時代以来となる国民的ガールズグループとなりました。第3世代の女王 TWICE はなぜ国民的ガールズグループと呼ばれるのでしょうか。音源成績、音盤成績、再生回数、音楽番組での1位獲得数、受賞歴の5つの観点から見ていきましょう。チャートでの成績を指す音源成績。全盛期の TWICE はまさに女王でした。楽曲をリリースするたびに韓国最大手のメロンでの1位は当たり前。メロン1位の逸話としてアイドルの音源成績が軒並み苦戦した2019年、路線変更を決行したファンシーがその年女性グループとして初めてメロン1位を達成。結局女性グルの1位はこの2曲のみでした。本題に入りましょう。デビュー曲ウワハゲは100位圏内に50週チャートイン。当時デビュー曲としては2位以下にこれだけ差をつけるロングランでした。これは当時の最長記録。国民的ヒットを記録したチアアップはトップ10に17週入り、同じ事務所の先輩であるワンダーガールズのテルミーに並び当時の最長記録でした。チアアップは女性グルとして史上初めて1年連続でメロンリアルタイムチャートに残り続け、68週のチャートインも当時の女性グル最長記録でした。ロングランという概念そのものを作った TWICE は2020年のアルコールフリーまで全ての楽曲が20週以上チャートインしていました。このうち7曲がメロン週間チャートで1位となり、これは第3世代女性グル最多記録です。今までに少なくとも1回以上聞いた人数を表すユニークリスナーを見ると、チアアップが620万人で女性グループ最多。再生回数もダントツでトップです。ではガオン現在のサークルチャートの話もしてみましょう。2曲目の TT が2016年11月の1ヶ月だけで2846万ストリーミングを達成し、当時の歴代最多記録を樹立したりもしましたが、そのストリーミング回数に関して言えば、これまで合計10曲が1億回を超えており、女性グループ最多。サークルは年に1回音楽祭を開催していますが、その月にリリースされた中で最も音源成績が良かった楽曲に贈られる今年の歌手賞音源部門賞を TWICE はこれまで7曲受賞しており、2022年にブラックピンクがこの数字に並ぶまで長らく女性グループ最多のままでした。続いて I チャートに移りましょう。音源成績を語る上で最も名誉ある記録がパーフェクトオールキル。TWICE はチアアップから3作連続でこれを達成。3作連続は当時アイドルグループ史上初で、ノックノックに至ってはリリースからわずか37時間で達成。これは今でも歴代最短記録で、現在のチャートの使用上この記録は二度と更新されることはありません。2018年の YesOrYes でもパーフェクトオールキルとなったことで4作目の達成となり、女性グル最多。3年連続での達成も女性グループ史上初です。1ページには収まりきれないほどたくさんの記録を更新し続けてきた TWICE。いかんせんカムバックすれば全ての曲がヒットしているわけです。音源も強けりゃ音盤成績も強いのが TWICE。今では多くの女性グループがミリオンセラーを達成していますが、2010年代前半頃まで女性グルには10万枚の壁が存在していました。当時ハント基準でこの壁を超えていたのは少女時代と21のみ。そんな中 TWICE は瞬く間に音盤女王になったのでした。2作目のページ2が当時女性グル3組目となるハントでの10万枚を超え、3作目の TWICE コースターレーン1は当時のハント初動記録を大幅に更新。そしてノックノックなどが収録されたスペシャルイッシュで前代未聞となる初動記録で10万の壁を超えてしまったのです。以来頑丈なファンダムを武器にブラックピンクやアイズワンが台頭する前までは女性グルの初動記録は TWICE で埋め尽くされていました。2018年に少女時代のザ・ボーイズ以来となるガオン現サークル基準での40万枚を超えた TWICE コースターレーン1は2020年に9年間トップに君臨していたその少女時代の記録を上回り、21世紀以降女性グループで当時最も売り上げたアルバムとなりました。 TWICE の強さは年間アルバムチャートにも表れています。2011年から15年にかけて少女時代がその年の最も売り上げた女性グルアルバムに君臨していましたが、2016年に TWICE がバトンタッチ。その後2019年まで女性グル年間トップに君臨。なんならば男性グルに混ざって年間トップ10唯一の女性グルが TWICE という年も何度もありました。当時こんなことはありえませんでした。全盛期の少女時代ぐらいです。
これまで韓国のサークル基準では1100万枚余りを売り上げており、日本でのアルバムも合わせた全世界基準では1600万枚超え。当然これは K-POP 女性グループ歴代最多であり、化け物の数字です。2023年3月にはアメリカで最もアルバムを売り上げた K-POP ガールズグループになったというニュースが飛び込んできたことで3カ国の女王となっています。再生回数。今やブルピンが YouTube の女王と言える存在ですが、その前は TWICE でした。さらに今や1億回も当たり前ですが、TWICE のデビュー当時は K-POP 全体で見てもまさに狭き門でした。上ハゲがデビュー曲として K-POP 史上初めて YouTube での1億回再生を達成する前、2曲目のチアアップがわずか7ヶ月で1億回突破。1年以内での達成も当時 K-POP アイドル史上初という時代の中、TWICE はその次の TT で約70日で1億回再生を達成し、チアアップの記録を3分の1にまで縮めたのでした。ちなみに TT は4億回まで女性グルとして初めて突破したという記録を持っています。音源、音盤、再生回数、すべての要素がこれだけ強いと、そう、音楽番組でも異次元なわけです。TWICE がこれまでに重ねてきた1位の数は100を優に超えており、2020年に女性グルでは少女時代以来となる100巻の大台を越した後は、そのまま女性グル最多記録を更新し続けています。2017年には1年間で36回もの1位を達成し、これは歴代最多記録。この年、地上波番組では5つの異なる楽曲が1位を達成し、これも史上初でした。毎週日曜に放送している人気歌謡では1曲が3回1位を取ると候補から外れるトリプルクラウン制度が導入されていますが、TWICE はなんとチアアップからデンナまで8作連続でこのトリプルクラウンを達成していました。8曲というと1年に2曲リリースしても4年かかる計算。それも連続です。当然史上初。人気歌謡は他の番組に比べ音源成績と再生回数に重きを置いていることもあり、女王級の記録を残し続けてきた TWICE だからこそ毎回のようにトリプルクラウンを達成できていたのです。ちなみにその後 I Can't Stop Me も達成しており、旧作のトリプルクラウンはもちろん女性グル最多です。主に年末に開催される各授賞式でも TWICE は賞を総なめにしてきました。特筆すべきは1年で最も名誉ある賞の一つとされるママの今年の歌賞でしょう。TWICE は2016年にチアアップが達成してから17年にはシグナル、18年には What is Love となんと3年連続で受賞。3年連続での受賞は翌年の2019年から2021年にかけての BTS しか他におらず、女性グループでは唯一。それだけ圧倒的に人気だったというわけです。簡単で真似しやすい振り付けと中毒性のあるサビでデビュー直後から大きな人気を集めた TWICE。カムバのたびに記録を更新し続け、史上初めてガオン年間総合ガールズグループレビューで4年連続1位にもなった TWICE。これが TWICE が国民的ガールズグループと呼ばれている理由です。